お世話になっております。マサルです。今回は環境変数について一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。環境変数パスの説明として正しいものを2つ選んでください。1、シェルはコマンドを受け取るとパスに定義されたディレクトリを順番に検索して実行ファイルを探す。2、パスを正しく設定すれば実行ファイルの場所、絶対パスを省略してコマンド名のみで実行できる。3、パスに登録されていない場所にあるプログラムは実行権限があってもフルパスで実行することはできない。4、パスの確認や設定の変更などの操作はシステムの安全性を守るためルートユーザーのみに許可されている。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はこちら。1番と2番の2つです。正解できましたか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは今回のテーマ、環境変数について一緒に学んでいきましょう。前回の動画でもお話ししましたが、Linux の変数にはシェル変数と環境変数があります。シェル変数というのは今利用しているシェルでのみ利用できる限定された変数です。つまり自分用の変数を使いたいときにはシェル変数を利用します。これはあくまでも自分用の変数なのでシステム全体で利用することはできません。もしシステム全体で利用する変数を定義したい場合は環境変数として変数を定義します。環境変数というのはみんなが見ることができる掲示板のような存在でしたよね。掲示板に張り紙として変数の情報を貼っておけばシステム全体で変数を利用することができます。そして今回はこの環境変数について掘り下げて勉強していきたいと思います。この画像は環境変数を掲示板として表している画像です。掲示板には環境変数ホーム、環境変数ユーザー、このような環境変数の情報が定義されていますね。このように環境変数が定義されているのでシステム全体で変数を使うことができます。今回注目してほしいのは環境変数パスです。環境変数パスにはコマンドが置かれているディレクトリの情報が定義されています。環境変数パスの理解は実務でもとっても大切な部分なので今回の動画では環境変数パスについて詳しく見ていきます。例えば皆さんが ls というコマンドを入力して実行したらls コマンドを実行することができますよね。実はその ls コマンドはパス変数の力を借りて実行されています。というのもコマンドの実態は特定のディレクトリの中に入っていてそのディレクトリの中の実行ファイルを実行することでコマンドが利用できています。なのでコマンドを実行するときにどこのディレクトリにそのコマンドがあるのかを教えてあげる必要があります。そこで利用されるのがパス変数です。環境変数パスの役割は各種コマンドはこの中に記載されているディレクトリを順番に探していってねと定義する環境変数です。例えば今回の例の場合 ls コマンドを実行するときにまず最初に usr 配下のローカルディレクトリ配下の bin というディレクトリを探します。もしなければ次の usr 配下の bin というディレクトリの中を確認します。もしこの中に ls コマンドが存在すればコマンドを実行してそれ以降のディレクトリは確認しません。このように環境変数パスに書いている内容に従って順番にコマンドを探すように定義されているので我々ユーザーは ls と入力するだけでどこにコマンドがあるのかを意識せずに ls コマンドを実行することができます。なんとなく環境変数パスのイメージができましたか？それではもっとイメージできるようにデモをご覧ください。それでは今回もキラーコーダを使ってデモをやっていきます。
まず環境変数を確認するためにプリント演武コマンドを実行します。はい、いろんな環境変数が定義されていることが分かりますね。コマンドが実行されたら、今回は環境変数パスに注目してください。環境変数パスはコマンドが実行されたらどこから探して実行するのかが定義されています。まず最初にこのディレクトリを探して、なかったら次はこのディレクトリを探して、さらになかったらこのディレクトリを探します。このように探す順番が定義されています。ちなみにこれはちょっと余談ですが、特定の変数だけを確認したい場合はドルマークを利用して変数を指定すると便利です。エコードルパスと入力して実行します。このコマンドはエコーコマンドによって変数パスの情報を表示してくださいというコマンドです。このように特定の変数の情報だけを表示することができるので便利です。ではここから ls コマンドを実行してみたいと思います。ls コマンドを実行すると当たり前のように ls コマンドが実行されますよね。ではこの ls コマンドの実態がどこにあるのか、which コマンドで確認してみたいと思います。実行します。すると usr 配下の bin 配下の ls ディレクトリの中にある ls コマンドを実行しましたと出力されています。先ほど確認しておいたパス変数を見てみてください。まず最初にこちらのディレクトリを探してなかったので次のディレクトリ、こちらも探してなかったので次のディレクトリ、ここでもなかったので次のディレクトリ、このタイミングで usr 配下の bin という情報がありますね。このタイミングで ls ディレクトリが存在していたので ls コマンドを実行できたということになります。ちなみにもしパス変数がなかったらこのように/usr/bin/ls と絶対パスで指定して ls コマンドを実行しなくてはいけません。これはちょっと面倒ですよね。環境変数パスを設定してコマンドの場所を自動で探してくれる仕組みがあるので ls というコマンドだけでコマンドが実行できるということなんですよね。便利ですよね。では参考までに環境変数パスを削除してみたいと思います。パスイコールダブルクォーテーション2つと入力してわざとパスの情報を空白にしてみたいと思います。実行した後にエコードルパスを実行するとパス変数の中身が空っぽになっていることが分かりますよね。つまりコマンドを実行するときにどこを探すのか定義されていない状態です。この状態で ls コマンドを打っても No such file or directory、 つまり情報が見つかりませんと表示されて ls コマンドを実行することができなくなってしまいます。ただもちろんコマンド自体が消えているわけではないので/usr/bin/ls と絶対パスで指定すれば実行することができます。以上、パス変数についてデモをご覧いただきました。もしコマンドがうまく実行できない場合は環境変数のパスでコマンドの場所を指定できていない場合が多いのでパス変数を確認してみてくださいね。ここでちょっとだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップに参加してみんなで一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今回の復習です。今回の問題はこちら。環境変数パスの説明として正しいものを2つ選んでください。1、シェルはコマンドを受け取るとパスに定義されたディレクトリを順番に検索して実行ファイルを探す。2、パスを正しく設定すれば実行ファイルの場所、絶対パスを省略してコマンド名のみで実行できる。3、パスに登録されていない場所にあるプログラムは実行権限があってもフルパスで実行することはできない。4、パスの確認や設定の変更などの操作はシステムの安全性を守るためルートユーザーのみに許可されている。どれが正解でしょうか？正解はこちら。1番のシェルはコマンドを受け取るとパスに定義されたディレクトリを順番に検索して実行ファイルを探す。そしてもう一つ、2番、パスを正しく設定すれば実行ファイルの場所、絶対パスを省略してコマンド名のみで実行することができます。今回は環境変数を一緒に勉強しました。その中でも特に重要なのが環境変数のパスです。
環境変数パスにはコマンドが置かれているディレクトリの情報が定義されています。前から順番に探していくというところも大切なポイントなので押さえておきましょう。最後にお知らせです。私が書いた Linux1 冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習にお役立てください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。